んこんにちは。卓球用具の世界を深掘りしていく解説動画へようこそ。みさきです。こんにちは、ケンジです。みさきちゃん、突然だけど、ラバーを貼るときに使っている接着剤、何気なく選んでいないかな。接着剤ですか？ショップで勧められたものとか、周りのみんなが使っている定番のものをなんとなく塗って貼っていました。剥がれなければどれも同じなんじゃないですか？実はそれ、ものすごくもったいないことをしているかもしれないよ。現代卓球において水溶性接着剤は単にラバーと板をくっつける糊ではないんだ。ラケットブレードとラバースポンジの間に挟まる第3の構成要素、専門用語で言えば機能性インターフェースとして、打球感やボールの飛び、スピード、回転量、さらにはスイングのしやすさにまで決定的な影響を与えているんだよ。ただの接着剤が第3の構成要素だなんて、そんなに打球性能に関わっているんですか？そうなんだ。歴史を振り返ると、2008年に国際卓球連盟、いわゆる ITTF が揮発性有機化合物 VOC、ボラタイルオーガニックコンパウンズを含むスピーチグルーや有機溶剤系接着剤の使用を全面的に禁止したよね。安全面や健康面を考慮した決定だったんだけど、これをきっかけに卓球の接着技術は劇的な進化を遂げたんだ。かつては有機溶剤のパワーでラバーを膨張させて跳ねさせていた時代から、安全な水溶性接着剤の時代へシフトしたんですよね。その通り。それから15年以上が経過した現在、水溶性接着剤はただの代替品ではなく、メーカーごとの高度な科学テクノロジーが詰まった精密パーツへと昇華したんだ。今回は一般のプレイヤーはもちろん、ベテラン選手やメーカーさえも普段あまり詳しく教えてくれない水溶性接着剤の真実について徹底的に深掘り解説していくよ。うわー、楽しみです。道具にこだわりたいプレイヤーには必見の内容ですね。よろしくお願いします。まずは今回お届けする解説の全体像、エグゼクティブサマリーとして、驚きの発見の数々をダイジェストで紹介しておこう。知られざる接着剤の真実、気になります。どんな発見があるんですか？大きく分けると、まず接着剤は単なる重りであり、完成モーメントを劇的に変えるという力学的な真実がある。塗る接着剤の種類や量によって、ラケット両面で最大 2g 近くも重さが変わり、前陣でのピッチ打球やスイングスピードを左右してしまうんだ。たった接着剤の塗り方だけで 2g も変わるんですか？ラバーの重量には数グラム単位でこだわるのに、接着剤の重さは見落としてしまいました。さらに、完全乾燥と仮乾燥の決定的な違いや、乾燥するときに起こる収縮力がラバーにテンションを与えるプレテンション効果、そして接着剤を何重にも重ね塗りして合法的に弾みを引き出す法的ドーピングともいえる多層塗布の技術についても切り込んでいくよ。法的ドーピング？ちょっと怪しげでワクワクする響きですね。それだけじゃないよ。近年主流の大気候スポンジにどんな接着剤を塗るべきかという構造上の理由や、超低粘度なサラサラ系接着剤を使うと剥がすときにスポンジがえぐれてしまうスポンジ破断のリスク、さらには無臭タイプの隠されたトレードオフや、マイナス気温で接着剤が二度と使えなくなる凍結破断の恐怖まで解明する。うわー、良かれと思ってやっていた施工や保管が、実はラバーや接着剤をダメにしていたかもしれないなんて。そして2025年から2026年にかけて ITTF が本格導入を進めている新規則事後検査ポーストマッチコントロールに対応するための接着剤選びや、日本、中国、韓国、欧州、北アメリカの全世界主要メーカーの製品徹底比較、最後には自分のプレイスタイルやラバーに最適な接着剤を選ぶためのロードマップまで怒涛の勢いでお届けするからね。これは見逃せませんね。それでは早速、基礎となる科学や物理のメカニズムから詳しく見ていきましょう。ケンジさん、そもそも水溶性接着剤って科学的にはどんな仕組みでラバーと板をくっつけているんですか？水溶性っていうくらいだから水に溶けているんですよね。いい質問だね。科学的に言うと、水溶性接着剤の正体は水分酸系エマルジョン分散体と呼ばれるものなんだ。
精製水ピュアリファイドウォーターを分散媒という液体のベースにして、その中に天然ゴムラテックス、ナチュラルラバーの微粒子や合成ポリマーエマルジョンが分散質として浮遊している構造なんだよ。そこに微量の水酸化アンモニウム、アモニウムハイドロキサイドなどが保存安定剤として加えられている。なるほど。水の中に細かなゴムの粒々が漂っているイメージですね。まさにそのイメージ。で、これをラケットのブレードやラバーの裏面にハケやスポンジで塗るだろう。すると水分が空気中に蒸発していく。水分が抜けていくプロセスで浮遊していたラテックス微粒子同士が不可逆的に接近して、お互いにキュッと癒着し始めるんだ。不可逆的ということは、一度くっついたらもう元のアクア状態、液状には戻らないってことですね。その通り。水分が完全に飛ぶとラテックス粒子が絡み合って柔軟で高い弾性を持った3次元網目構造の強靭な高分子ゴム被膜層が形成される。へえ、透明な薄いゴムのシートが新しく出来上がるような感じですね。そう。そしてその被膜がどうやって接着しているかというと、アンカー効果という力学的メカニズムが働いている。ラケットブレードの木材表面には木質セルという目に見えない微細な穴、アンカー孔があって、ラバースコンジの側にも気孔壁、セルウォールという壁がある。接着剤が液体のうちにこの微細な凹凸に入り込み、乾燥して固まることで、まるで怒り、アンカーを下ろしたように機械的にがっちりと噛み合うんだ。これが面接合の仕組みだよ。なるほど。液体だからこそ微細な隙間に入り込めて、乾くと強靭なゴムの膜になって引っかかるから剥がれないんですね。科学と力学のコラボレーション、すごく面白いです。接着剤が乾いてゴムの膜になるのは分かりました。でも、それがどうして打球感やボールの飛びに関係してくるんですか？ここが非常に重要なポイントだよ。ボールがラバーに衝突した時、強烈なインパクトエネルギーが発生するよね。このエネルギーはラバーの表面シートからスポンジ、そして接着層、最後にラケットブレードへと伝わってまた跳ね返っていく。この時、盤に挟まっている接着膜が粘弾性層として機能するんだ。粘弾性層、つまりクッションであり、バネでもある層ということですか？正解！接着膜の厚み、弾性率、高度柔軟性、密度、そして粘着力によって打球のエネルギー減衰特性や伝達スピードがガラリと変わるんだ。具体的にはどう変わるんですか？例えば接着膜が柔らかく分厚い場合、インパクトの衝撃を接着層が一旦受け止めて吸収してくれるから、ボールがラケットにとどまる時間、いわゆる球持ち、デュエルタイムが長くなる。コントロールがしやすくなったり、ドライブの回転をかけやすくなったりするんだ。なるほど。ソフトでキャッチ感のある打球感になるんですね。逆に接着膜が硬く極薄だった場合、衝撃の吸収によるエネルギーロスが最小限に抑えられるから、打球衝撃がダイレクトにブレード木材に伝わる。結果として手に響くクリアな打球感と手応えの速いダイレクトな飛び出し感が得られるんだ。へえ、接着剤の膜が厚いか薄いか、硬いか柔らかいかで、ラバー本来の性能にプラスアルファの味付けがされるわけですね。そういうこと。だから現代卓球においては、自分の使っているラバースポンジの気孔構造や求めている打球フィードバックに合わせて接着剤を戦略的に選ぶ必要があるんだよ。ここからはレポートの目玉でもあるメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない9つの深遠な真実について掘り下げていきましょう。まず1つ目の真実。接着剤は重りであるってどういうことですか？プレイヤーの多くは、このラバーは 48g だから軽いとか 52g だから重いってラバー単体の重量にはすごく敏感だよね。でも塗った後の接着剤自体の重さを計算に入れていない人が多すぎるんだ。言われてみれば、接着剤を塗った後の重さなんて測ったことなかったです。実際どれくらい重くなるものなんですか？例えば高粘土でトロトロしたタイプの接着剤、ニッタックのファインジップやドニックのブルーコンタクトなどをラバー両面に厚塗りしたり、2度塗り、多層塗布した場合、接着層だけで約 1.4g から 2.5g もの重量が加算されるんだ。 2.5g？ それって小さめのオメガコインやコイン1枚分くらいの重さですよね。
そう、一方で低粘土でサラサラしたタイプの接着剤、八坂のノリスケ酸や TWC のグルーフェンなどを使った場合、両面塗っても加算量はわずか 0.4g から 0.6g 程度に抑えられる。ちょっと待ってください。高粘土の厚塗りと低粘土の薄塗りで比較すると約 1.0g から 2.0g も差が出るんですか？そうなんだよ。しかも物理的に重要なのはこの重さが付加される位置なんだ。ラケットの先端よりスイートスポットの方向にこの 1,2g が付加されると、物理学でいう慣性モーメント、モーメントオブイナーシアが明確に増大する。慣性モーメントが増大するとどうなるんですか？簡単に言うと、ラケットの先端が重く感じて振り抜きにくくなるんだ。特に前陣でのピッチの速い切り替え打球やチキータなどの手首を使った操作性において、このわずかな重量差がスイングスピードを直接的に落とす悪影響を与える。だからスイングを軽快にしたいなら、ラバーを変える前に接着剤を低粘土にして軽量化を図るというのは物理的に極めて合理的なアプローチなんだよ。なるほど。ラバーの重さばかり気にしていたけど、接着剤選びだけでスイングの操作性が変わるなんて、まさに目から鱗です。続いて、2つ目と3つ目の真実に行ってみましょう。2つ目は完全乾燥と仮乾燥の決定的な違い。3つ目は乾燥収縮が引き起こすプレテンション効果ですね。まずは乾燥の真実から。みんな接着剤を塗って色が白い状態から透明に変わったら、よし乾いたから貼ろうってすぐにラケットに貼り付けていないかな。ダメなんですか？半透明、透明になって指で触ってベタつかなくなったら乾いた合図だって教わりましたけど。実は表面が透明になって食感がベタつかなくなった段階は、水分の大半が飛んだだけの仮乾燥状態に過ぎないんだ。まだ仮乾燥なんですか？そう、目に見えない微量の結合水が膜内部に残っているし、ラテックス粒子が完全に癒着して強靭な3次元網目構造として力学的に安定するには、貼り付けた後さらに8時間から12時間、つまり一晩の静置が必要なんだよ。一晩放置？もし乾燥のまますぐに打球しちゃうとどうなっちゃうんですか？仮乾燥のまま激しいボール打球を行うと、打撃の強烈なインパクト衝撃によって皮膜内部で微小な旋断、滑りが発生してしまう。エネルギーが逃げてしまってボールが死んでしまう弾みムラ、デッドスポットができたり、部分的な剥がれの原因になるんだ。恐ろしい。試合の直前にショップで貼ってもらってすぐ打つみたいなのは本当は良くないんですね。そうなんだ。そして3つ目の真実、プレテンション効果だけど、水分が一晩かけて完全に蒸発して高分子皮膜が形成されるとき、ラテックス膜は微小な体積収縮を起こすんだよ。キュッと縮むわけですね。そう、この縮む力が密着しているラバースポンジの表面に対して全方位的な引っ張り揚力、つまりプレテンションを物理的に与え続ける。これによってスポンジ表面の張力がわずかに高まり、ボールの跳ね返りレスポンスが向上するんだ。接着剤の乾燥収縮自体が微弱ながら確実なテンション補助として機能しているんだよ。へー、正しく完全乾燥させることで膜が強固になるだけでなく、ラバーに張りが出て弾みが良くなるんですね。しっかり時間を置くことの大切さがよくわかりました。では4つ目と5つ目の真実です。4つ目は法的ドーピング、多層塗布による二次スプリングの形成。5つ目は大気候スポンジに厚塗り、高粘土が必要な構造的理由ですね。まず4つ目の多層塗布の話からいこう。ITTF のルールでは、ラバーシートとスポンジを合わせた合計の厚みは 4.0 ミリ以下と厳格に決まっているよね。でも実は接着層そのものの塗布回数や膜の厚さに関する個別の数値上限はルール上明記されていないんだ。ルールの盲点ですね。そう、これを利用してトッププロや一部のこだわり派選手は高層機 DHS のアクアティックナンバー15やレボリューションナンバー3といった高弾性ゴム被膜を作る接着剤をラバー裏面に10層から20層も塗り重ねては乾かす作業を繰り返すんだ。10層から20層？それってどれくらいの厚さになるんですか？厚さ数十から数百ミクロンの積層ゴム膜が出来上がる。
この分厚いゴムの膜が強烈なボールインパクトの瞬間に二次的なスプリング、つまり機械的なカタパルト効果を発揮して規則の限界値までボールの飛距離と回転量を引き出してくれるんだ。これが合法的に弾みを底上げする法的ドーピングのからくりだよ。うわー、接着膜自体を弾むクッションバネにしちゃうなんて素晴らしい裏技ですね。そして5つ目の大気候スポンジの話ですが、最近のバタフライのディグニクスやアンドロのラザンターみたいに、スポンジの泡、気孔が大きいラバーが増えていますよね。まさにそこがポイント。ドイツ製のテンションラバーやスプリングスポンジ X のような大気孔スポンジにサラサラした低粘度の接着剤を塗るとどうなると思う？サラサラしているから気孔の穴の中に入り込んじゃうとか？大正解。毛細管現象によって液体がスポンジの深い穴、深層セルに吸い込まれてしまうんだ。すると肝心の表面に残る固形分が足りなくなって部分的な接着不良が起きたり、気孔の中で固まって異物感が出たりする。うわ、最悪ですね。だから気孔が大きいスポンジにはニッタックのファインジップやドニックのブルーコンタクトのようなトロトロした高粘度接着剤が必要不可欠なんだ。高い粘性によって気孔の開口部を沈み込ませずに表面でブリッジし、平滑で強靭な接着面を作り出すことができるんだよ。スポンジの気孔の大きさに合わせて粘土を選ばないと性能が発揮できないところかトラブルの原因になっちゃうんですね。勉強になります。続いて6つ目と7つ目の真実です。6つ目は超低粘度接着剤がもたらすスポンジえぐれの恐怖。7つ目は無臭処方のトレードオフと温度管理の罠です。6つ目の真実は軽量化に優れる超低粘度系接着剤の裏の顔についてだ。八坂のノリスケさんや TWC のグルーフェンみたいなサラサラ系は薄く濡れて軽いのが最大のメリットだけど、膜が極めて薄い分被膜自体の引っ張り強度は低くなるんだ。膜がちぎれやすいということですか？そう。だからラバーをラケットから剥がそうとするとき、接着膜がブツブツと細かくちぎれてしまう。すると、剥がす力がスポンジのゴム繊維そのものに集中してしまって、スポンジの表面を壁ごと引きちぎってしまうんだ。これがスポンジ破断、えぐれ、いわゆるスポンジ死だよ。いやー、高額なラバーのスポンジがボロボロにえぐれたら泣いちゃいます。頻繁にラバーを張り替えてしだしたり再利用したいプレイヤーは、あえて中高粘度の強靭な膜を作る製品を選んだ方が、剥がす時に1枚のシート上にきれいに剥がれてラバーの寿命を伸ばせるんだ。軽さを取るか、ラバーの保護を取るか、トレードオフなんです。7つ目の無臭処方と温度管理ですが、接着剤ってアンモニアの独特なツンとする匂いがありますよね。そう。あの匂いを抑えたドニックのフォーミュラファーストや R レボリューションナンバー3オードレスみたいな無臭タイプは部屋の中で施工するときにありがたいよね。ただアンモニアは保存安定剤や防腐剤の役割も果たしているから、無臭タイプは防腐性が低く、高温多湿の場所に長期間置くと腐敗したり固まったりしやすいんだ。無臭な分劣化しやすいんですね。他に気をつけなきゃ。そして水溶性接着剤全般の最大かつ致命的な弱点が0度以下での不可逆破壊、不可逆破断。0度以下、つまり凍結しちゃうとまずいんですか？絶対ダメ。水溶性接着剤は0度以下の環境にさらされるとベースの水分子が氷結する。その氷の結晶が成長する過程で漂っていたラテックスエマルジョンの高分子構造を完全に破壊してしまうんだ。一度凍ってしまうと常温に戻して解凍しても固まったゴムの塊と水に分離してしまって二度と液体には戻らない。解凍しても復活しないんですか？完全に廃棄するしかなくなるよ。だから冬場の宅配便での配送や極寒の部屋、車内に放置するのは絶対に NG。必ず5度から35度の冷暗所で保管するのが絶対条件なんだ。冬場の通販や保管には本当に注意が必要ですね。覚えておきます。真実シリーズもいよいよ最後。8つ目は10キロ以上の過度な加圧の害悪。そして9つ目は2025、2026年 ITTF 新規則、事後検査が要求する剥離性能です。
8つ目だけど、ラバーを貼るときにしっかりくっつくようにと思って、上に10キロ以上の重い本を乗せたり、万力で強力にプレスしたりしている人いないかな。私、厚い辞書を何冊もドカンと乗せて一晩置いたことあります。ダメなんですか？それ、新品ラバーの性能を破壊する、絶対やってはいけない害悪行為なんだ。ショック。現代のハイテンションラバーには工場出荷時点で特殊な膨張成分ファクトリーブーストが注入されていたり、繊細な微細合わせる構造が組み込まれている。そこに10キロを超える連続加圧をかけると、スポンジ内部の微細セル壁が物理的に押しつぶされて組成変形、つまり潰れたまま戻らなくなってしまうんだ。結果としてラバー本来の反発力と食い込み性能が永久に失われてしまうんだよ。良かれと思って圧着していたのに、自分からラバーのバネを壊していたなんて。じゃあ、どれくらいの力で貼ればいいんですか？ローラーで空気を抜く程度に転がすか、乗せるとしても 500g 程度、軽めの本を 1,2 冊乗せて数分間保持すれば十分な接着強度が得られるよ。過度なプレスは厳禁だ。500g で数分。これから絶対にそうします。そして最後、9つ目の ITTF 新規則について教えてください。ITTF は2025年から2026年にかけて、試合直後に審判団がラバーをブレードからその場で直接剥ぎ取って測定する事後検査、ポーストマッチコントロールの導入を決定しているんだ。試合が終わった直後にその場でラバーをベリベリ剥がされちゃうんですか？そう、従来の事前検査は非破壊検査だったけど、新規則では試合後に剥がして後付けブースターや補助剤の有無や接着層を含めた正確なラバー全体の厚みを精密に測定する。この時、もし接着剤がボロボロにちぎれてスポンジに残差が固着したり、スポンジが破れて測定不能になった場合、即座に失格や用具没収のリスクが生じるんだ。自分は正当な用具を使っているつもりでも、接着剤がボロボロ剥がれたせいで失格になったら目も当てられないですね。だからこそ、スエケのノー2やニッタックのファインジップ、DHS のアクアティックナンバー15みたいに、ちぎれずに1枚のシート状としてきれいに脱皮、剥離できる強靭な被膜形成力を持った接着剤を選ぶことが、現代の競技卓球において決定的な勝利への戦略価値を持つんだよ。9つの真実、どれも目から鱗すぎました。接着剤選びの重要性が骨に染み渡りました。ここまでで接着剤の物理的、科学的特性や裏話がよくわかりました。では、市販されている水溶性接着剤って流動性、粘土で分けるとどのような分類になるんですか？いい整理のタイミングだね。市販されている接着剤は、そのレオロジー特性によって大きく低粘土、中粘土、高粘土の3つのタイプに分類できるんだ。表を見ながら確認していこう。はい。まず、低粘土サラサラ系タイプですね。低粘土タイプは膜圧が非常に薄く仕上がって流動性が極めて高い。ラケット両面で約 1g の軽量化が可能だから、スイングの軽量化やダイレクトでクリアな打球感を求める人に最適だ。適合するスポンジは気孔が細かい微細気孔スポンジや高密度な硬質スポンジ、あるいはスポンジのない OX ラバーだね。代表的な製品にはヤサカのノリスケ酸、クシオムのアイポンド、TWC のグルーフェン、アンドロのターボフィックス、ドニックのフォームラファーストなどがある。メリットは軽いことと乾燥の速さ、デメリットは大気孔への吸い込みや剥がす時のスポンジ破断リスクですね。では次に中粘土、トロサラ切れタイプはどうですか？ナチュー粘土タイプは膜圧も流動性も標準的で、非常に塗りやすく均一な施工ができる万能タイプだ。標準的なテンションラバーやスプリングスポンジ天板に適合する。接着力と打球感のバランスがニュートラルなのが特徴だね。代表製品はバタフライのフリーチャック2、ビクタスの V グルーバイオヒックス、ジュイックのネオヒックス、アンドロのプログルーなどがあるよ。迷ったらまずは中粘土という安心感がありますね。最後が高粘土トロトロ系タイプ。
高粘土タイプは膜圧が厚く流動性が低い。最大のメリットはドイツ製テンションやスプリングスポンジ X などの大気候スポンジの表面を沈み込まずに封じできること。そして強靭な厚手ゴム膜を形成するから、剥がす時にスポンジを絶対に破かない最高の保護性能を発揮する。被膜自体の弾性補助効果も期待できるよ。代表製品はニッタクのファインジップ、DHS のアクアティックナンバー15、カイフのドルフィン、ドニックのブルーコンタクト、スーケクのナンバー2などだね。デメリットはラケットがやや重くなることと、平滑に塗るのに少しコツがいる点ですね。自分のラバーの気孔の大きさと重視するポイントに合わせてタイプを選ぶのが鉄則ですね。ここからは世界各国のメーカーから発売されている水溶性接着剤や関連アイテムをくまなくチェックしていきましょう。まずは我らが日本のメーカーからですね。日本の製品群は日本卓球協会 JTTA の厳格な公認基準に基づいて製造されているから、不純物が非常に少なく、品質の安定性と信頼性が世界最高峰なんだ。まずは王道の2大ブランド、タマス、バタフライとニッタクから紹介しよう。バタフライの定番といえばフリーチャック2ですね。そう、フリーチャック2は 20ml、100ml、500ml のラインナップで展開されていて、天然ゴムラテックス 100% ベースの中粘土モデルだ。ディグニックスやロゼナなどのスプリングスポンジに完全最適化された、まさに世界標準の接着剤だよ。さらにプロ仕様として、激しい打球衝撃に耐えるよう接着維持力と乾燥後の膜強度を高めたフリーチャック2プロや、乾燥待ち時間が一切不要な両面接着シートチャックシート2も展開されている。チャックシート2は1枚ラバー OX を貼るときや初心者の方が手軽に貼り替えるときに大活躍しますよね。ではニッタクはどうですか？ニッタックの真骨頂といえばやっぱりファインジップだ。25ml、50ml、100ml、そして大容量の 500ml を展開している高粘土接着剤の絶対的王者だね。大気孔スポンジへの沈み込みを防ぎ、乾燥するとめちゃくちゃ強靭で分厚いゴム膜を作る。剥がすときにスポンジを破かない保護性能は世界最高峰と言っていい。ファインジップはベテランからトップ選手まで愛用者がすごく多いですよね。ニッタクは他にも種類がありますか？ファインジップよりも流動性を高めて薄く塗りやすくした E ジップや、乾燥プロセスを極限まで早めた速乾型の快速ジップ、さらに膜圧の均一性を追求したのりシート、のりシートプラスといった接着シートまで隙のない完璧なラインナップを揃えているよ。続いて他の日本の有名メーカーも見ていきましょう。ヤサカ、ビクタス、TWC などですね。まず、ヤサカの代名詞といえば、ノリスケさん。40ml、37ml 等大容量 375ml ボトルを展開していて、低粘土、サラサラ系の代表格だ。とにかく塗膜が薄く仕上がるから、両面塗っても重量増加が約 0.4g 程度に抑えられる。とにかくラケットを軽くしたいという選手に大人気だね。手軽なノリスケさんペタットシートもある。軽さを極めるならノリスケさんですね。ビクタスはどうですか？ビクタスは V グルーバイオフィックスが主力だ。37ml、90ml、500ml、そして部活動などで大重宝される 1000ml の超大容量まで網羅しています。有機溶剤を完全排除した 100% 天然ゴム仕様で、速乾性と剥離性のバランスが素晴らしい。日本市場向けに軽量な低粘土タイプ V グルーライトの0度以下凍結厳禁や、ブレードの木目保護に長けた V ボンド、超薄型の高粘着シート PSA シート、旧 TSP のラテグルーの系譜もしっかり継承されているよ。大容量 1000ml は部活の顧問の先生やショップにありがたいですね。TWC、ザワールドコネクトも革新的な製品を出していますよね。TWC は非常に面白い。粘土、接着力、コストバランスに優れたパーフェクトグルー 100ml、500ml、1000ml も人気だけど、注目の的はグルーフェンダ。100ml と 500ml で展開されているんだけど、液状の時は水みたいにサラサラの極低粘土なのに、乾燥すると高度サチという極めて硬い高分子皮膜を形成するんだ。
サラサラ塗れるのに乾くとカチカチの硬い膜になるんですか？そう、エネルギーロスを極限まで減らしてダイレクトな打球感をもたらし、両面で約 1g の軽量化も実現する素晴らしい製品なんだ。その他にも、水で濡らすと塗膜が軟化してきれいに取れるジュイックのアクアエフェクト、塗りムラが分かりやすいピンク色の液色を採用したダーカーの水溶性接着剤、10から15分で乾くコクタクの無機水溶性接着剤、強い接着力と容易な剥離性を誇るスティガジャパンのアタッチメントパワーグルーコネクト、ラバー自体に接着成分を含ませるアームストロングの独自ソリューションなど、日本のメーカーは個性豊かな名作揃いだよ。次は卓球王国中国のメーカーに迫りましょう。中国の接着剤って粘着ラバーや硬いスポンジに合わせた強力なイメージがあります。まさにその通り。中国の製品はプロ選手が求める強烈な膜の張り、張力と剥がしやすさを兼ね備えたハイエンド品から、練習用の爆安大容量品まで多種多様だよ。まずは二大巨頭、高層機とハイフからいこう。 DHS といえば中国ナショナルチームが使っているモデルですか？そう、DHS No.15 アクアティック No.15 は 50ml、98ml、500ml で展開されていて、中国で最初に ITTF 公認を受けた水溶性接着剤なんだ。中高粘土で2度塗りすると強靭な弾性膜を形成する。バローン選手やファン・シンドン選手をはじめとする中国ナショナルチームの選手が常用していて、高質な粘着ラバーの強力な張力をがっちり保持し、剥がすときは一気にペラリと脱皮できる圧倒的な性能を誇るよ。さらに大容量の DHS プロフェッショナルウォーターグルーもある。ナショナルチーム御用達、説得力が違いますね。開封はいかがですか？ウイフはブースターや補助剤でも有名なブレンドだけど、水溶性接着剤のドルフィンやホエール2、3は高粘土で分厚い膜を作り、ボールに強烈なカタパルト効果、跳ね返しを付与することで世界中のパワーヒッターに愛されている。純粋なハイフウォーターベースとホワイトグルーや超高濃度天然ラテックスを使用したハイフナショナルバージョンウォーターグルー国用版など、まさにプロ仕様の最高峰が揃っているんだ。中国には他にもすごい性能を持ったブランドがあるんですよね。特に注目すべきはスエケだ。260ml ボトルなどで流通しているんだけど、緑のボトルのスエケNo.2は乾燥後の皮膜の引っ張り強度が世界最高水準なんだよ。引っ張り強度が世界最高水準。そう、ラバーを剥がすときに途中でちぎれることが一切なく、まるで1枚のプラスチックシートみたいにペロリと一気に剥がせる。スポンジ破断を完全に防止できるから、新規則の事後検査時代において海外で爆発的な人気を誇っているんだ。スポンジを絶対に傷つけたくない人には夢のような接着剤ですね。他にもナノ高純度溶液を用いたサラサラ系の NO7019 や高粘土圧膜タイプの NO7021 を展開する銀河、伝統の粘着スポンジを固着させる729フレンドシップのソリュビリティボンド、キャップの内側に塗布用ブラシが一体化していてハサミいらずで塗れるサンウェイのテーグルテニスグルー、高い先端密着力で激しい打球でのラバーのズレを防ぐロキーのラクストン、アンモニア臭を独自配合でカットしたタトルのノースメルテイ OC フリーグルー、速乾性抜群でセット付属のクランプと合わせて人気のヒュイソン、ナノポリマー配合のルイチのハルケン3スペシャルグルー、ナショナルチームの現場を支えるリドゥ、61セコンドソード XBT など、中国の層の厚さは本当に圧巻だよ。続いて、韓国と北米のメーカーを見ていきましょう。韓国といえば先進的なデザインやアイデア製品が多い印象があります。韓国の代表格はやっぱりエクシオンだね。エクシオンの iPond は 25ml と 500ml を展開しているんだけど、25ml ボトルの先端には高密度なホワイトスポンジノズルが直接ついているんだ。ボトルから直接スポンジに液を出して、ハサミやスポンジクリップを使わずにそのまま塗り広げられるんですか？その通り、手を一切汚さずにベンチや練習場で手軽に塗り直せる最高の操作性を持っているんだ。ドイツの精密製造ラインで作られていて品質も抜群。さらに高粘土プロ仕様のクシオムプロ T ボンド、空気に触れて固まるのを防ぐ特殊ノズルのエネルギーグルー、
両面で接着特性を変えた革新的な超薄透明シート IPSA 接着シート、木目剥がれを防ぐ水溶性保護コート剤アイシュアーなど、テクノロジーの塊のようなラインナップだよ。スポンジ一体型ノズルは本当に便利そうですね。ノリに乗っている X アイオムらしい工夫です。北米メーカーはどうですか？北米ではカナダのミスターピンカナダが展開するパーフェクトグルーが有名だね。高粘土でありながら非常に剥がしやすい VOC フリーの有機弾性接着剤として評価が高い。また、スイフトフライトなども信頼性の高い水性ラテックス接着剤を北米市場に供給しているよ。次はドイツやルーマニアを中心とした欧州メーカーです。欧州は卓球用具の先進国ですし、接着剤へのこだわりもすごそうですね。欧州ブランドはドイツ製ハイテンションラバーの進化と密接に連動していて、接着層を打球感をチューニングするための機能性パーツとして捉える傾向が強いんだ。まず外せないのがドイツのろうそくドニックだね。ドニックの接着剤というと青いボトルの印象があります。そう、ドニックブルーコンタクトだ。90ml と 1000ml で展開されていて、ブルーファイヤーやブルーグリップといった大気候スポンジ専用に高粘土化されたスペシャルモデルだよ。気候への沈み込みを防ぎ、重ね塗りすることでスピンとスピードを大幅に強化できる。標準的なバリオクリーン、アンモニアを排除した低周期極薄膜のフォーミュラファースト、プロ向けのフォーミュラプロコンタクトプロ、 ITTF 準拠の接着シートグルーインフォイルと完璧な陣容が。大気候ラバーの性能を引き出すブルーコンタクト、使ってみたいです。欧州といえばあの画期的なルーマニアのブランドもありますよね。そう、世界中のギアマニアを熱狂させたレボリューションナンバー3だ。名前からして強そう。どんな特徴があるんでした？粘土をノーマル、低粘土、ミディアム、中粘土、ハイビスコシティ、高粘土の3段階から自分で選択できて、さらに何層塗り重ねるかによって打球感やカタパルト効果を自分好みに完全コントロールできるという概念を確立したんだ。しかも無終盤、オーダーレスがあるほか、マイナス20度までの凍結融解に対応する耐寒性まで備えている。まさに接着剤界のレボリューションだよ。ヨーロッパには他にも素晴らしいブランドがたくさんありますよね。アンドロやスティガ、ティバーなどはどうですか？ドイツのアンドロはターボフィックスが大人気だね。25ml から 1000ml まで展開されていて、高粘土でラザンターシリーズなどの大気候スポンジの表面を平滑に整え、剥がる時の残差除去もすごく簡単なんだ。最新の天然ゴムベースモデルプログルーも登場している。スウェーデンのシティガはどうですか？スティガのアタッチパワーグルーはサイバーシェイプやクリッパーといったスティガ特有の木材ブレードと完璧に密着するよう調整されている。ティバーの VS トップグルーは流動性が高くて極薄の美しい膜が作れるし、ジューラのレックスグルー、X グルー、ゲオの 100% 天然ラテックス製ハイドロテックグルー、フランスのファルコの10分速乾モデルウォーターグルー10など魅力的な製品が目白押しだ。異質ラバーや粒高向けに特化したメーカーもあるんですね。鋭いね。ドイツのデルマテリアルスペシャリストが販売している MSP-DK4 という両面接着シートは、アンチラバーや粒高のスポンジなし OX ラバーを貼るときに液体接着剤が染み込んで粒が倒れたり変形したりするのを完全に防ぐ超薄型シートなんだ。ドクターノイバウアーやスピンロードといった異質専門ブランドも特殊ラバーの性能を殺さない低負荷な接着ソリューションを提供しているよ。世界中にこれだけたくさんの素晴らしい接着剤があるとなると、私たちが手に入れるための流通・調達のエコシステムやそれぞれの特徴の比較が気になります。現代の調達ネットワークは地域密着の卓球ショットからグローバルなクロスボーダー EC へと完全に進化しているんだ。日本国内のバタフライ、ニタク、ヤサカ、ビクタス、TWC などは全国の卓球専門店や Amazon、楽天市場で即日手に入る。海外の接着剤はどうやって手に入れるんですか？欧州ブランドの大容量品 500ml から 1000ml、例えばレボリューションナンバー3やドニックブルーコンタクト、アンドロターボフィックスなどは欧州の大型卓球専門 EC サイトから直接個人輸入するのが一般的だね。
一方で中国や韓国の新興ブランド DHS アクアティックナンバー15、スーケナンバー2、サンウェイなどはアリエクスプレスやショピーといったグローバル EC プラットフォームを通じてメーカー直販価格で手軽に買える時代になっているんだよ。世界中の接着剤がスマホ一つで買えちゃう時代なんですね。主要な製品の比較をまとめるとどうなりますか？ざっと整理すると、世界標準の安定感とメーカー保証なら、バタフライフリーチャック2。大気候スポンジの保護と絶対的な破断防止なら、ニッタクファインジップ。最軽量化とダイレクトなクリア打球感なら、TWC グルーフェンやヤサカノリスケさん。硬質中国ラバーの保持力と最高の剥離性、事後検査対策なら、スイーケナンバー2や DHS アクアティックナンバー15。手を汚さない施工性と持ち運びの利便性なら、シオムアイボンド。大気候ラバーの弾み補強なら、ドニックブルーコンタクトやアンドロターボフィックス。膜圧と打球感をミリ単位で自分好みにカスタムするなら、ルーマニアのレボリューションナンバー3。こうやって比較すると、それぞれの製品がどんな目的のために作られているかが一目瞭然だね。ケンジさん、ここまで接着剤のあらゆる角度からお話ししてくれましたが、2025年から2026年にかけて本格化する ITTF の事後検査、ポーストマッチコントロールについて、プレイヤーや監督、コーチは現場で具体的にどう対応すべきなのか、もう一度整理していただけますか？よし、一番重要なポイントを復習しよう。これまでの試合前検査は VOC 有機溶剤ガスの検知とプレス機による 4.0 ミリの厚み測定だけだった。だから試合が終わるまでラバーを剥がされることはないという前提だったんだ。でも、新プロトコルでは、試合終了直後に審判団がラバーをその場でベリベリ剥がして精密分析するんですよね。そう、剥がした後にスポンジの裏面から直接化学分析を行って、後付けブースタードーピングの有無を調べたり、プレスマイクゲージで接着層を含むラバーの厳密な実行厚みを測定する。もし剥がした時に接着剤の膜がボロボロにちぎれてスポンジに残ったり、スポンジがえぐれたりしたらどうなるんでしょう？厚み測定の数値が不正確になって測定不能になったり、不正を疑われて即座に失格判定を下される危険性がある。だからこれからの競技卓球においては、ただくっつく接着剤ではなく、強靭な薄膜フィルムを形成し、剥がす時に残差を一切残さず、きれいに1枚のシートとして脱皮できる接着剤を選ぶことが、ルール上のリスクを回避するための必須条件になるんだ。用具の性能だけでなく、ルールを守り安全に試合を勝ち抜くためにも、接着剤の膜質と剥離性が命運を分ける時代になったんですね。それでは最後に、私たちが自分にぴったりの接着剤を選ぶための最適接着剤選定ロードマップを教えてください。了解。自分のプレースタイルや使用ラバーに合わせて以下のロードマップで選ぶのが最強の戦略だ。バタフライのディグニックスやテナジー、ドイツ製の大気候スポンジを使っていて、ラバーを長持ちさせたい人。ニッタック、ファインジップ、またはドニック、ブルーコンタクタ。気候をしっかり封止し、スポンジ破断を 100% 防ぐ。全員でのピッチの速さや操作性を重視し、ラケットを 1g でも軽くしたい人。TWC、グルーフェン、またはヤサカ、ノリスケさん。極薄膜でスイングスピードを最大化。粘着ラバーや硬質スポンジを使い、新規則の事後検査でも完璧な剥離性を求めたい人。スエッケナンバー2、または DHS アクアティックナンバー15。強靭な皮膜で一気に剥ける最高の脱皮性能。部活や試合会場の手洗い場、ベンチで手を汚さずに素早く貼り直したい人。シオム、アイボンド、スポンジノズル一体型でストレスフリー。粒高、OX やアンチラバーを歪みなくきれいに貼り付けたい人。シオム IPSA 接着シート、またはデアマテリアルスペシャリスト MSP-DK4。液体による変形を完璧にシャットアウト。打球感や跳ね返りの弾みを自分自身で極限までチューニングしたいこだわり派。レボリューションナンバー3。粘土を選び、多層塗布で自分だけの粘弾清掃を作り上げる。なるほど。自分のラバーのタイプ、欲しい打球感&メンテナンスのスタイルに合わせて選べば失敗することは絶対にありませんね。その通り。接着剤は単なる糊ではなく、用具の性能を引き出す第3の構成要素。
ぜひ皆さんも今回の解説を参考に自分にベストな水溶性接着剤を見つけてワンランク上の卓球を目指してみてください。はい、とっても深くてためになるお話でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。